皆さんこんにちは、あべこです。本日はパッキング動画を皆様にお届けしたいと思います。事前にお伝えしますと、私フランス移住を、3日後に控えております。今回私はワーキングホリデービザというビザを取得して1年間フランスで滞在する予定です。1年間向こうで滞在するための、パッキングとなります。留学する方であったりとか、ワーキングホリデーを考えているという方の参考になれば嬉しいです。今回私が利用する航空会社というのが、受託手荷物が2つでそれぞれ23キロずつとなっています。で、機内持ち込みがこの40リットルのリュックとこのユニクロさんの手提げカバン、この2つで一緒に乗っていきます。はい。23キロずつの、受託手荷物の方から見ていきたいと思うんですけれども、こちらのスーツケースが100リットルのスーツケースです。はい。で、もう一つがこれが78リットルのスーツケースです。なので100リットルと78リットルそれぞれ23キロ以内なので計46キロで収めていきたいと思っています。まず衣類系はこういう圧縮するタイプの、入れ物に入れてます。これで全部衣類ですね。これちなみに楽天で買いました。こんなん言うのもあれかと思うんですけど、楽天で購入してからダイソーさん100均で同じようなのを見つけたんですよ。私が購入した時楽天のセールで1つ1600円とかだったんですけれども、ダイソーさんでこの L サイズは500円くらいでしたね。ここまでねクオリティも劣るわけでもないので、ダイソーさんで見かけたらぜひ見てみてください。で、こっちに夏服、こちらが冬服ですね。服は多分好みがあると思うんですけど、向こうで購入される方もいらっしゃると思いますし、ただ私の場合は身長が小さいので服はちょっとたくさん持っていく予定です。 T シャツが3枚、寝巻き用とか旅行とかで持っていけるような T シャツ、こういう T シャツが3枚と、シャツやあとブラウスで6着くらいですね。こういう長袖のシャツもあれば、きれいめのこういう T シャツ、ドレスコードとかでもできるようなちょっときれいめのブラウスとかもこの中に全部入ってます。で、この裏には夏着るようなワンピースがバッと入ってます。こんな感じで、ワンピースが5着くらいですね。キャミソールタイプの、ワンピースも1着入ってて、そういうワンピースあったら下に長袖でも T シャツでも夏でも冬でも着れるなと思って、そういうの1枚入れてます。で、この圧縮袋のねすごいところが、これね、真ん中ね、これ閉めていったらこういう風になるっていう、ギュッとなるっていう感じです。で、次冬服なんですけど、ニットとパンツですね。パンツはデニムが4本くらい入ってます。こっちにニット、こういうタイプのニット、これも持っていく予定なんですけど、このニットが4枚入れる予定です。で、まだこの中には2つしか入ってないんですけど、これとあともう1着持っていく予定です。こちらが下着、上下8セット持っていきます。で、サニタリーショーツは2枚入ってます。くるぶしの靴下が2つと、ニット系の靴下が5つくらい入ってます。次、これ何入ってるかというと、下に着るヒートテックとかですね。ヒートテックの上が4着、ヒートテックのあったかいやつ下が、2つ入ってます。あと夏用にキャミソールが4枚くらい入ってますね。あとハンカチが3枚、タオルタイプのハンカチですね。めっちゃ入ってます。
話によるとパリはめちゃくちゃ寒いらしいので、寒いと思うんですよ。寒いらしいので、あったかいくできるようなものはめっちゃ持っていこうかなって思ってます。バスタオル必要ないかなと、向こうでもね買えるとは思うんですけど、1枚私は持っていきます。で、折りたたみ傘でベルトに続きまして、ドライヤーとコテは持っていきます。ドライヤーは海外対応のやつ、パナソニックさんのやつなんですけど、Amazon で購入したんですけど、これ何がいいかって 100V、120V、200V、240V ってあって、これ向き変えたらいいっていうやつですね。 C タイプのフランスは対応してますね。 C タイプのやつがこれついてたので、このまま持っていこうかなと思います。で、洗濯ネット、このちっちゃいタイプのやつと、あと大きいやつがあと2つあるので、これ持っていきます。洗濯ネット計4つ。食品類なんですけど、私ほとんどお菓子ですね。他の方のパッキング動画とか見てると、おだしとかごま油とか、あとチューブのね、明太子チューブとか、あとわさびとか柚子胡椒とか、練り梅とか持っていってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私は料理をしないので持っていかないっていう方向性ですね。はい。ばらまきでこういうお菓子を持っていこうと思います。鉄の宿、おきぐり、柿の種、干し芋の握りせんべい、干し芋で味噌汁系ですね。これはマストかなと思ってます。味噌汁で干し芋で、続きまして、今パリに住んでる日本人の友人がいてて、その方からね話を聞くと、こうドリップ系のもの、こういうコーヒーのやつですね、がパリではあんまり見ないということで、私はフィルターとドリッパーと持っていきます。これもね、コーヒーパリで買えるやんっていう話なんですけど、日本のコーヒーがやっぱり好きなので持っていきます。あとこれ余談なんですけど、フランス人の友人がいてて、でそのコーラにちょっとお渡ししようかなって思ってるお土産が、私個人的にめっちゃおすすめで、日比さんのお香の、香りがそれぞれあって、マットがついてて、でマットの上に火つけたマッチをここに置くだけで香るっていう、めっちゃいいなって思ってて、めっちゃ好きなんですけど、でこれお土産とかに持っていこうかなって思ってます。続きまして、文房具ですね。ハサミとかセロテープとか、セロテープはいらんか、でもペンとかのりとかカッターとか、こういうものを持っていこうかなと思ってます。あとはノート、クリアファイルとか持っていこうかなと思ってます。やっぱり日本の文房具は素晴らしいみたいですね。で、次、カバン。向こう行ったらね、トートバッグとかめっちゃ買っちゃうとは思うんですよ。私自身めっちゃ好きなので。けど去年ね、フランス旅行に行った時に購入したこのトートバッグがめっちゃお気に入りなので、これを持っていこうかなと思ってます。横掛けタイプのものですね。これ大容量なのでめっちゃ入るなと思って、こういうタイプのものでもできるし、もちろんこういう感じでもできるんで持っていこうと思います。あとね、ちっちゃいバッグ、あんまり私ちっちゃいバッグ使わないんですけど、パリに行ったらちっちゃいバッグをいっぱい使うみたいなので持っていこうかなと思います。一応ね、こういうポチャックになってるっていうやつで、この中にゴキブリ入ってるっていう、型崩れ防止ですね。型崩れ防止。あとは、こういうバッグ、エコバッグみたいな感じでこう開いたら大きくなるんですよ。カバンはそんな感じです。靴はスポーツサンダル、今冬だと思うんですけど、スポーツサンダル汚いけど、こういうスポサンと、あとビーチサンダル B さんを1足ずつと、あとこういうタイプのバレーシューズを1足持っていって、あとはスニーカーは履いていこうと思ってます。で、続きまして化粧品とかそういうのを紹介するんですけど、
絶対フランスでも買えるやろみたいなものを私は持っていきます。生理用品はちょっと持っていくか悩んでるんですけど、一応この中に入ってます。ポケットティッシュは大量に持っていこうかなと思います。これ買った状態のままなんですけど、スーツケースのこう空いた隙間に入れていったら全然場所幅取らないので、それで持っていこうかなと思ってます。で、綿棒、北海道、パリはまだまだ寒いらしいです。貼らないタイプの北海道を持っていこうかなと思ってます。続きましてお薬、バファリンとか生理痛の薬とか、あと漢方とか入れてます。続きまして、この中に何が入っているかというと、日焼け止め。これめっちゃね、個人的に私インドネシアで暮らしてた時も日本から買っていってたんですけど、ランジェリー用の洗剤なんですよ。ランジェリー用の洗剤と書いているんですけれども、こう例えばお醤油こぼしましたとかシミとか、これがねめちゃくちゃ落ちるので、これ一つ持っていったらそんなに大きくないので、これ一つ持っていったら結構便利かなって思います。向こうに行ったら、フランス国内もそうですし、ヨーロッパ圏内を旅行したいと思ってるんですね、たくさん。でその時用にシャンプーリンス、旅行用のやつを持っていこうと思ってます。ボディウォッシュ用とか、100均とかで売ってるゴシゴシ体洗うやつ、あと歯ブラシ持っていきます。こんなもんですね。ちなみにこのポーチなんですけど、このポーチは私インドネシアで入院したことがあるんですけど、入院した時のノベルティでついてきました。インドネシアの病院がくれたポーチです。次がウェットティッシュと、絆創膏ですね。コンタクトレンズを半年分持っていきます。化粧品、いつも使ってる化粧品のストックをたくさんね持っていこうかなと思ってます。アイライナーとかマスカラ、眉マスカラとか各種3つくらいずつ持っていく予定です。下地系に関しては、向こうでね買おうかなって思ってます。あとマスクです。で、化粧品、今使ってる化粧品とか、そのままも持っていきます。もう紹介するまでもないようなものです。おしろいとか下地とかアイシャドウパレット、これ多分2年3年くらい使ってるやつです。あとマスカラ、このポーチはちなみに無印で買いました。あと乳液とクレンジング、こういうバームをストックして持っていきたいと思ってます。で、足りなくなったら向こうで買い足そうかなと思ってます。続きまして、こちら機内持ち込みのものですね。サクッと紹介したいなと思ってます。まず今回この40リットルのリュックを持っていく理由としては、ヨーロッパ旅行をリュック一つでしたいなっていうのがあって、このリュックをだけっていうか、このリュックを持っていこうと決めました。で、今回ね持っていこうと思うのが枕。持っていくかいつも迷うんですけど、幅取るので今こうギューってこう圧縮できるやつとかあるじゃないですか。迷うんですけど、やっぱりこうやってねこう前にしてこう寝れるっていうのがめっちゃ首が疲れないので、いつもこれは持っていきます。これはタオルは絶対持っていきますね。この中にいつもいろいろ入れてるんですけど、歯ブラシと、あとビオデルマのこのサイズめっちゃ良くないですか。このサイズ 100ml のビオデルマの拭き取り化粧水なんですけど、これいつも持っていきます。コンタクトの水で歯ブラシで、ロールタイプのエイトフォとか、あと洗顔で、機内持ち込み必須ウルトラライトダウン、これは絶対持っていきます。で、すり対策、一応これはいつも持ってるんですけど、これ何がいいかってめっちゃ伸びるんですよ。パスポートとかも入るんですよね。こんな感じで押し伸ばせれるっていう、このニットの下にね入れれるっていう、薬対策で持っていってます。あとは先ほどのこの圧縮ポーチの中に何を入れてるかっていうと、向こうにね着いた時用に絶対寒いと思うので、おばあちゃんが編んでくれたようなカーディガン一つと、ジーンズワイドパンツです。で、機内ではこのユニクロさんで購入したんですけど、こういうタイプのものを着て機内に行きたいと思います。これモコモコの靴下
内めっちゃ冷えるんで絶対必須です。あとはこの中にパソコンとカメラ、ガジェット類、この中に変換器 C タイプのものをめっちゃ持っていきます。あとはまあ貴重品とかこの中に入れようかなって思ってます。あとまだインドネシアでね暮らしてた時もそうなんですが、これ必須やなって思うのが証明写真、履歴書用サイズのねものが5枚くらい入ってます。でパスポートサイズのもの、こういう感じの需要ないか。あとは、海外保険の、原本とコピーそれぞれ1枚ずつ。パスポートのコピーは3、4枚持ってます。ビザのページのコピーも一応2枚ほどコンビニで印刷して持っていきます。長いダウンのコートを買おうと思ったんですけど、もう売ってなくて、なのでこのショート丈のやつをね1着持っていこうかなと思います。こんな感じでしょうか。今まで私はインドネシアでね発信をずっとしていたんですけれども、今後はフランス移住の様子やヨーロッパのね旅の様子とかを今後はお届けしていきたいなと思います。皆さん見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた、あべこでした。バイバイ。